はい、皆さんこんにちは。かんきちスタジオの北原かんきちです。今日のテーマはですね、非常にまた大事なちょっとお話をさせていただくんですけども、気のパワーの取り込み方というところをね、ちょっとお話しさせていただきたいと思っております。非常にね、このいい季節、外もね、それから自然とかね、街の中もね、すごいね、パワーの溢れた気にね、満ち溢れてくるね、そんなね、季節になってきましたけども、このパワーをね、できるだけ多く体に蓄えてですね、毎日を元気にね、ハッピーにね、やる気のみなぎったね、毎日にしましょうということでね、今日はそんなね、コツ、具体的なね、方法論といいますかね、コツをね、ちょっとお伝えしていきたいと思っております。そういう意味で、メインはね、気候のお話になりますけども、ただね、この気の流れとか気をね、コントロールしたりね、巡らすっていうのはですね、武術的な技法においても非常に必須のね、内容になりますので、武術の面においてもね、気候の面においてもね、勉強されている方はね、どちらも役に立つと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。はい、それでですね、ちょっと気の話になるんですけども、端的に言うとね、私はね、最近というか現代といいますかね、このね、パワー不足の人がすごく増えてる気がするんですよね。皆さんどう思いますかね、そういう話を聞いてね。ちょっと一昔前は、なんかね、こう、将来の、なんていうのかな、こう、夢探しとか、自分探しみたいな時代がちょっとあって、で、その前はね、何かこう自己実現みたいなのがあって、でその前はね、経済的なね、いわゆるバブルというか高度経済成長の時代じゃないですけどもね、ある種の経済的成功を求めるみたいなね、時代ごとにね、人の求めることってね、やっぱ違いますよね。でもちろん戦後の焼け野原からね、復興する時代はもうとにかくとにもかくにもね、生きるっていうね、そういうことは目的だったでしょうし、戦時中あるいはね、戦前なんかはこれから来るね、非常に動乱な時代を生き残るみたいな目的があったと思うんですけど、こう2025年ですけどね、今ね、端的に思うのはですね、なんかね、私はね、本質的にね、現代人はある種のなんか本質的パワーを求めて生きているようにね、ちょっとね、考えているんですよね。そのパワーを使って何をするかとかはもう二の次で、とにかくなんか毎日をこう生きるパワーが欲しいみたいな。言ってることちょっと分かりますかね。なんとなく同意していただける方いればいいんですけども、やっぱりね、私もずっと教育職をね長くやってたので、例えば子どもたちがね、その時代においてね、どういうふうに求めているか、求めるものみたいのを見てきたつもりではあるんですけども、やっぱりそれもね、かれこれ25年30年近くなってきますけども、やっぱり時代ごとにね、子どもたちが求めてるものもすごく端的に違うんですよね。でとにかくこの現代っていうのはですね、子どもたちも含めた老若男女ね、なんかね、本質的なね、生きるためのパワーをね、渇望してる気がしております。別にそれは所得格差とか何かそういう立場にかかわらずね、あるいはお仕事の内容にかかわらずね。で、同時にやっぱりこのね、日常的な世界ね、なかなか今混乱あるいはね、動乱の時代に向かっていると言われているようなね、世界の中でね、やる気やパワーをね、蓄えたらなんか難しい状態なんですね。なぜならね、お互いがなんかね、やる気パワーを奪い合いしているように私は見えてしまってるんですよ。足りないからね、ちょうど食糧危機で食料をお互いが奪い合う、あるいはね、水不足でね、水を取り合ってなんかね、争いするようにですね、わずかなものを取り合ってね、なんか奪い合いしてるようなね、そんな風にね、ちょっと見えてしまうところはね、正直あるんですよね。だから逆に言えば、その需要と供給の関係で言えば、供給が足りないのかもしれませんね。需要が多いに対してね。でもそれって非常にこの食料以上にね、やっぱり自分のそもそも生きるパワーみたいなものなので、非常にね、大切ですよね。でね、その端的な例として一応いくつか挙げたいんですけど、例えばね、パワースポットと言われる場所、自然の例えば自然とかですよね、あるいは神社仏閣とか、そういった場所ってなんかね、ここ近年ね、ものすごい人がいる気がするんです。私がね、若い時といいますか小さい時はね、あんまりそういうね、神社仏閣にね、もちろんそういうのに興味ある方とかね、お年寄りとかね、いらっしゃいましたけどね、そこまで人はいなかったと思うんですけど、今はなんかもう本当に人が多い。でね、いろんな理由はいっぱいありますし、海外からもね、観光客の方いらっしゃいますから、そういうね、文化的なね、ところは見たいというのはもちろんそうなんですけど、なんかね、私はね、直感的にそういうところに行けば、
なんかこうパワーをもらえるっていうふうにですね、多くの人は感じてくるんじゃないのかななんて思うんです。例えば海とか山とかね。だからここ数年前って言ってもだいぶ経ちますけど、例えばキャンプブームとかね、バーベキューブームとかね、今も続いてるかもしれませんけど、ああいったものはものすごくなんかね、流行ってるような気がするんですね。それでもなんかね、どこかパワーをもらおうというような、一つの表れじゃないかなと勝手に思ってですね。あるいはね、例えばアニメとかゲームみたいなのがものすごく流行ってます。流行ってるというか、ずっとね人気ですけどもね。ただああいうのも実は本質的なねものはね、やっぱりねパワーをもらえるんじゃないかなと思ってるんです。特に私が子供の頃というかね、若い頃のアニメっていうのはすごくなんかね、主人公が元気あふれてて、いつもなんかこうね走ってると理由なくなんかこうオープニングのなんかでも走ってたりする場面がいっぱいあって、つまり走るイコール元気と言いますかね。でそういうものを見てやっぱ元気をもらえる。やっぱり漫画とかアニメがこれだけ支持される一番の根っこはですね、見る人がやっぱり本質的に元気をもらえてるからだと思うんですよね。でそれがやっぱりこう元気のない時代、なかなかこう自分がねパワフルなものをね持てない時代にはますますそういったアニメ的なもの、漫画的なものっていうのがですね、支持されるってなんとなくね分かるんですね。つまりそういうところからなんとかパワーをもらえないかっていうね、ところある気がしてます。あるいはねもう一つねちょっとね考えてほしいのはね、若い人、子供からパワーをもらおうとするね動きもすごくある気がしてて、なんていうのかな、これもちょっと私の感覚になっちゃうんですけども、子どもたちにですね、ある種大人が過干渉って言いますか、つまり子どものために何かやりたいとかね、若い困ってる、世代のために何かやりたいって言うんですけども、実はね私はこれちょっとうがった見方かもしれませんけども、子どもたちからパワーをもらいたいっていう動機の表れじゃないかなっていうふうにもねちょっと思ってるんですよね。っていうのはね以前ちょっとお聞きしたというかね、これなんだっけな、宮崎駿監督ね、スタジオジブリの宮崎駿監督がおっしゃってた話なんですけども、よくね学校の先生とか、あるいはね保育園の保母さんとかね保育士さんとかになるって人がいるんだけどもって話でね、ただその動機をよくよく聞いてると、子どもたちのためじゃなくて自分のためになりたがってる人は非常に多いっていうですね、そういうですねことをおっしゃってるんですよね。でねそれねなんとなく私は分かるんですよ。本来はね子どものための教育とか保育とかなんですけども、私もね教育職を長くやってた経験上ね、実は子どもたちのために何かするって言ってるつもりで子どもたちからパワーをもらってるっていうね、そういう現象もねいっぱい起きてる。でそういう先生もねやっぱり多く見てきましたね。なんかね、一見子どものためにやったように見えるんだけども、その結果欲しいのは子どもたちのパワーを自分が欲しいみたいなちょっとうがった話ですかね。どうなんだろう。でもね私自身の経験があってねちょっとそんな風に思ってしまうのでね、そんな風な話から総じてね、現代はですねやっぱりこのなんていうのかな、本質的なねこのパワーがね不足してる時代になってるっていう風にねすごく思うんですよね。皆さんこのね見ていただいている皆さんはねいかがでしょうかねさあそんな中でね今日はちょっと前置き長くなりましたけども、このねパワーをね体内に入れるというね非常にこう大切なね、考え方のねコツをねちょっとねお話しさせていただきたいと思うんですよね。そもそもこの気功術の世界、武術の修行もそうですけどもね、要するにですね自分自身がですねこの常に新鮮な気で溢れて、それがねある種滞りなく流れている、こういう状態にすることがね大きな目的なんですよね。気功術を得て何かをするというのは二の次の話で、常に自分の体の中に新鮮な気の川が流れているね。よく気候の世界は自然に例えられるんですけども、水の流れ、例えば水の流れにねやっぱりね綺麗なね、清流といいますかね、川の流れってのは常にね流れがあってね、そして綺麗な水が流れているってことなんですよね。循環している。でね人間もねやっぱりねそういう状態っていうのがねある種の理想であって、常にね自分の中に十分な気が、しかも常に流れている。流れているっていうのは入っていくんだけども常に出ていく。出ていくんだけどもまたすぐに入ってくるので、常にね充実したね新鮮な気がね流れている。こういう状態が気候の世界では健康だし
やる気がみなぎるし、そして、落ち着いているし、だから集中することも、あるいはねこう静かにすることもね、アクティブになることもね、冷静になることも自由自在に、ね、なるんですよね。でね、こういう体をね、作ることでね、常に、例えばねこういうねいい天気な時なんかもね、常にこう気がね入ってくるっていうね、こういう状態なんですね。さっきも言ったように、いい気をね、入れるためにはですね、やっぱりねいい情報ね、先ほど私もねちょっと言いましたけども、いいやる気の満ちた、あるいは元気にあふれるね場所や、人、情報にですね、そばに行くってことはねとても大切なんですよね。そういう中にいるとですね、自然にねある種の同調原理、やっぱりねそばにいるとですね、自然にその気が合ってくるんですよね。そうするとねその波長がね自分に合ってくるので、そのいい情報、いい気がね入ってくる。ただねここでね今日のちょっとメインのお話になってやっとなるんですけどもね大切なのはですね、気を蓄えるためには自分の体、あるいは自分の思考、身体でいいですよね、心身でいいって言うんですけどもね、それはねある種ね空っぽじゃなきゃいけないんですよ。でここがねなかなか難しいところだし、分かりづらいところだし、この気のパワーがね、気候を例えば練習しているとかね、この気の鍛錬をしているって言ってもなかなかうまくいかない人のね一つの原因がここにあるんですよね。どんなものもそうですよね。こういうカップだって何かが入ってたら次に新しいものは入れられないわけですよね。今ちょっとコーヒーが入ってて、飲みますけどちょっとコーヒー見ちゃったので飲みたくなりましたね。飲みましたけども、当然カップっていうのはね何も入ってないからこそコーヒーとかお茶を入れられるわけですよね。入ってたら、入れようと思ってもこう溢れて外に出てしまうということで、実は気の世界も同じでですね、気を入れたい、特にねこのパワーあふれる気を入れたい、気の流れをね作りたいという場合にはですね、常にですね自分の心身がですねこれね空っぽになってるっていう状態がねすごく必要になるんですね。さあこれ聞いてどう思いますかね。ちょっと矛盾すると思いません？気をいっぱい入れておくことで元気になるというふうにね、先ほど言いましたし、そういうイメージもあると思うんですけど、実はですね気を蓄えるためにはねこうね空の場所が必要になるんですよね。空の場所が。さあそこでねちょっとね、ゆっくりお話をしていきたいんですけども、ちょっと頭のね考え方、思考の話をしますね。新しい例えば考え方とかアイデアとかね、そういうものって、何か考えなきゃいけないって時ってありますよね。なんか会社でね新たな企画を考えなきゃいけないとかね、あるいはなんかね自分のなんていうか学生だったらね何かレポートで自分のね意見を書かなきゃいけないってね。でもねそういう時にねいろんな情報がねあるとですね、なかなかですねこう頭が混乱してね、出てこない、シンプルになれない、ぐちゃ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 なってるって、そういう可能性があるんですよね。あるいはね何か人の話を聞いたりいい話を聞いてもいろんな情報がねこう中に詰まっちゃってるとね、その情報はね素直に入ってこないんですよね。耳には聞いてるかもしれないけども頭の中に入ってこない、つまり頭が混乱してる雑然とした状態、ぐちゃぐちゃとこう部屋が散らかったようにね、頭の中散らかった状態になってるんですね。こういう時ってね人からいい話を聞いたり、例えばいい本でねいい文章が書いてあったり、あるいは映画見てねいい映画だったりしてもなかなか実はね入ってこないっていうね状況があるんですよ。こういう経験で皆さんどうですかね、したことないですかね。で実はね私はねこれがねすごく大事で、いい情報というか情報を素直に受け取るためにはね頭がクリアになってなきゃいけないんですよ。でねこのクリアになってるって意味はそのね情報が何もないとかゼロ空っぽって意味ではなくてですね、ちゃんと落ち着いた整理整頓された状態になっているっていうことなんです。熱力学の世界ですね、エントロピーという言葉があって、このねエントロピーというのはですねある種のですね雑然とした無秩序性を表すものなんですね。整理整頓されてる部屋なんかはね当然こう例えばタンスにきれいに洋服が入って、本棚に本が入ってね、きれいにねなんかいろんなものが整頓されてる状態でもね、こう雑然とした部屋ってのは当然ねいろんなものが散らかってるね、洋服も散らかってるね、なんか本も出しっぱなしね、なんかいろんなものがね段ボールが転がってるみたいね、そういうイメージでありますよね。そういうふうにですねその雑然としたものをですねある種表すものをですねこうね、
エントロピーというね表現をね熱の世界では言うんですね。もともとは例えばこういうコーヒーがあって、当然これがね入れたては70度80度とか非常に熱いわけですよね。でもこの熱はですねだんだんこういう大気といいますかね、何もないところに置いておくとですね、熱というのはどんどん発散していくわけですよね。カップ自体を温めて、その外側の空気を温めて、このテーブルも温めて、でだんだん均一化してこう熱エネルギーが散っていってしまうっていうね、こういうのねエントロピーが増えているって言い方をする。で逆にエントロピーはなかなか戻らないですよね。いきなりこれがぐーっと戻ってまたコーヒーが熱くなってね他が冷えてくるなんてことはなくてですね、こうどんどん散っていく状態、こう散らかっていく状態っていうイメージですね。エントロピーっていうんですよね。熱力学的には温度分の、入れたデルタ熱量熱量の変化っていうふうに出すんですけども、これをね大きくね社会全体にね拡大していった考え方があるんです。で近年は特にねこの熱に関するエントロピー、つまりこの雑然とした考え方がですね、この情報エントロピーっていうですね、これも物理学の言葉であるんですけども、つまりさっき言ったですねこの散らかっている状態、頭の中が散らかっている状態、人では情報エントロピーが増えている状態っていうふうにね表現することもできるんです。実は物理の世界であってもこの熱力学の言うエントロピーのエネルギーとその情報のエントロピーはですね実は変換できるっていうのがね10年ぐらい前にね、ある東大の先生がね発見して、本当にノーベル賞級の大発見なんですけどもね、長年ね謎とされていたですねパラドックスね、マックスウェル・デーモンのパラドックスって言うんですけどね、それをね解かれた方なんですけどもね、その人の偉大な功績はですね、今お伝えしたようにですね物質的なエネルギーとその脳の情報的なねエネルギーは実は透過交換できるっていうですね画期的なね発見をされたんです。さあそれでねちょっと気候的な話に戻すんですけども、気候の本質、気の本質は先ほども言ったようにある種の情報なんですよね。こう例えばいい天気を見ればね、太陽、美しい空を見ればですね、そういうね目から入ってきた情報がね自分を元気にするね、なんかこう自然の綺麗な美しいところを見ればね、その景色がね、自分を元気にする、あるいはねいいニュースを聞いたりね元気になるおめでたい話を聞いたら自分が嬉しくなるっていうですね、実は気の本質的なところにねこの情報という考え方があるんですね。でこの情報のエネルギーは実は先ほど言ったようにこのある種の熱エネルギーっていうのはまさにねこの体をねこうパワフルにする熱そのもののエネルギーですよね。車のエンジンなんかはもう熱機関と言われて、熱によって動力を生み出して車がブワーって走る。なので実はその気というですね一見その概念的な情報は熱エネルギーにも変換できるよっていうことなんです。これがね気候のある種の秘密になるんですよね。いい情報、つまりいい気を得ることで実質的なパワーに変えられるということなんですね。さあそういう話をしたところでさっきのちょっとねエントロピー雑然とした話になるんですけども、さっきも言ったようにその雑然とした情報の中で、ではですねいい情報はね入る余地がない、入ったとしてもそのパワーを十分に活かせないですね。よくだから例えば、ね、頭が雑然としてると、例えばこの映画面白いよとか素晴らしいっていう評判だよっていう風な話を聞いても、なんかねこう頭が雑然としてると、いやどうせきっとそんなのつまんないよとか、この類のね映画はダメだよってなんか見てもいないうちに言っちゃう時あるでしょ。人間って面白いことに見てもいないのに否定的な話をねする時ってあるんですよ。多分こういうのって現代結構多くの人がねそういうとこにはまっちゃってんじゃないのかなと思うんですね。何もする前から否定的、ネガティブ、マイナス思考にどうしても考えてしまう。そういう人はね基本的にこのね情報エントロピー、つまり脳の中がね散らかっちゃってるんですよね。情報量が多すぎて。さあそこでやってほしいのがですねこの脳の情報エントロピーを下げる、つまり片付けるっていうことなんですよね。片付ける。そうすると新しい情報が入ってきて素直に入ってきて、いい情報でねパワーを蓄えられるということでね、この脳の中を整理する、それがね一つのね禅という世界なんです。仏教のねお話、知恵のお話のね、動画等でも言ってますけども、実はですね座禅とか仏教的な修行でやってるものすごく大きな効果だし目的は一言で言えばこの脳の雑然とした状態、つまり情報エントロピーを下げるっていうことになるんですね。例えばこの座禅瞑想をして、ね、無になる、ね、思考を停止する、
何も考えない、今ここだけを集中するなんていろんな言い方がありますよね。いろんな言い方があるし、いろんなやり方があるし、いろんな流派があるし、呼吸法を使うところもあればね、お経を読みながらっていうのもありますし、もういろんなやり方はあるんですけど、とにかくそれの方法論ではなくて、目的はとにかく脳の情報量を小さくすること。それによって周りにある今この瞬間の素直ないい情報を簡単にスッと入ってくるわけですね。つまり空っぽのカップだからいくらでも入れたい放題ねということになるわけですよね。なのでこのね、まずは情報量をね下げる、特にこの雑然とした状態、情報エントロピーを下げるっていうのはですね、このねさっき言ったこのいい気を取り込むね、まず第一段階になるんです。ただですよ、ここからがさらに大事で、それができればね、苦労はないんですよ。誰もが普段からそういう無駄な情報エントロピーをですね下げておいて、頭がクリーンになってね、いつもいろんな情報を楽しくね受け止められるね状態になっていれば。ただなかなかそうはできないから、こう気がね入ってこない、気が散る、気が散漫ね、気持ちがなんかこう鬱屈してるっていうことになる。さあそこでね、このね頭の中の情報量を下げるね大事な条件、それはね体側、ボディね、ボディのエントロピーを下げるってことなんですねさっきも言ったようにですね、体に気を流す、ね、っていうこと。体にね気を蓄えるためには体のエントロピーを下げる、体の無駄な情報量を下げることによって頭の無駄な情報量が下がる。それによって外側からいい情報、端的に言えばいい気が入ってくる、こういうこのね連鎖反応になるんです。もう一回言いますよ。身体が空になるというか、整理整頓される。身体が整理整頓されると脳や思考や気持ちが整理整頓される。そうすると整理整頓されてるから情報エントロピーが下がって、新しいね気持ちのいい情報を入れることができる。それ自体が良い気、パワフルな気なので気が入ってくるっていうことになるんです。そうするとね、端的に言ってしまうとボディ、つまり体をですね整えるっていうところにね究極的にはなるんですよね。さあじゃあどうやって体を整えるか、それがねこのチャンネルでも再三お伝えしているように、例えば立前をするとかね、太極拳をするとかね、あるいは四股を踏むとかね、武術的な修行、あれはですね実はですね体を鍛えるっていう意味もあるんですけど、もちろんねただそれは、格闘技的なそのパワーとか、あるいはボディービル的な筋肉をつけるっていう意味の鍛え方ではなくて、体の端的に言ってしまうとボディのエントロピーを下げる、最も本来の形であり自然体であり正しい状態にするっていうことがですね非常に大きなね目的になるんですよね。裏を返すと武術的な世界で言えば、そういった正しい状態になると自然に正しい力が使える。これはね多くの達人たちも言ってることですよね。正しい姿勢になり正しい動きになりね、無駄な力を使わない。そうすることで本来のね力を発揮する、あるいはね大地の力を使えるようになるとかね、いろんな言い方がある。まさにですね武術の修行っていうのは何かこう負荷をかけてさらに強い力を使うという考え方ではなくて、本来の正しい物理法則に沿った人間の持つね身体のね最大限のその機能を発揮するための正しい状態を作りましょうってことなんですね。その時に考えなきゃいけないのはこの身体のいわゆるエントロピーを下げる、つまり体の中を整理整頓するっていうことなんですね。さあじゃあ体の中を整理整頓するってどういう意味でしょうね。これがなかなか難しいんですけども、例えば無駄な力を抜く、使わない、余計な緊張を取る、ね、それから骨格的に正しい、例えば立ち方、座り方、姿勢になりますね。正しい動かし方になりますね。でそういうふうにやっていくうちに体の中のですねエントロピー、つまり雑然さがね抜けていくんですよ。さっきも言ったようにエントロピーっていうのは端的に言えばその雑然としたものを表す言葉なので、体の中も散らかってたら気は流れないわけです。
力の流れと言ってもいいです。気という言い方がねあまり慣れなかったらね、あるいはこの身体で動かすというね、なんか骨格的に動かすで力の伝達、何でもいいですけども、そういったものが体の中がね整理整頓されてないと、あくまで部分的な動きであってね、スポーツもそうですけど、やっぱ全身の力を使ってはとても大切だっていうのは、どのスポーツもそうですけども、これは全身のね動きがどこかぎこちなくなる。逆にこう全部がね整理整頓されてつながっている状態だと、そういったねエントロピーが下がっているので全部を使える。そうするとね、一言で言えば気が流れる状態になるんですね。この気が流れた体の状態になった時に、頭にね入ったさっきのねいわゆる情報というパワーが体にも流れてくるってことになる。で、もともとのその情報のパワーっていうのは外側にあるですね、いろんなこの、環境の気ね、人の気もそうだしね、情報としての気もそうだしね、自分が認識するあらゆるいいものなんですね。なのでそういう体と脳の状態、つまり整理整頓された心身になってしまえば、あとはもうどこに行ってもパワーをもらえるようになるんですよ。冒頭でお伝えしたように、なかなかねこの気の奪い合いの時代になってますけども、それ実は多くの人が体もあるいは頭の中も心もね、もうエントロピーがものすごく高い、一言で言えば情報量過多になりすぎて、もうぐっちゃぐちゃに散らかってる状態なのが私のですね現代のですね状態なんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですね。だからそういう状態だと、逆にどんな気のパワーのねパワースポットに行こうが、いいものを見ようが、多分ね気は入りづらい。ちょっとは入ると思いますよ。多少はね、多少は入るかもしれませんけど、1日2日したらそのパワーはね抜けていってしまう、あるいはねもうどんどん落ちていってしまうかもしれません。つまりエネルギーフローといって、外側にねどんどん散っていってしまうっていうことになるんですね。しっかり中に入れるためには、中をねずっと整理整頓してね入るね状態を作っておく。そうするとねどこまでもねこう気が入ってくる。そして最後はねちゃんと古い気は流れていって、でもまた新しい気が入ってくるというですね、このねもう一番いい循環がね、流れることになります。それがこのね気候法、気をね体に蓄えるっていうね、実はね本質的な意味になるんですよね。はい、ということでですね、ここまでちょっとねバーッとねお話ししていきましたけども、いかがでしたでしょうかね。要するにこの気の本質っていうのは、実はもう目に入る元気なもの全てなので、そういうものはいっぱい見ていただきたい、感じていただきたい、触れていただきたいんですけども、ただ大事なのは自分の体と頭の状態ね、ここをね常に整理整頓していくことがねとっても大切なんです。その整理整頓するための方法こそが、ある種このチャンネルでお伝えしている気候法のやり方だったり、あるいは武術の鍛錬法だったり、あるいは仏教的な修行なんですね。だから全部ねテーマとしてはつながってしまっています。仏教でいうとこの空とか知恵とか無分別とか般若といった言葉も、実はですねこの頭の中のねある種のこの整理整頓を徹底的にする状態、仏教でも究極までいきますから、もうゼロの世界まで、もう一切部屋の中に何も置いてない状態までね持っていく。それが本当に空とか悟りのレベルになってくるんですね。もう何にもない状態もちろんねそこまでね究極にいかなくてもいいですけども、仏教的な修行をやってるとねいつもねこの頭の中のね情報エントロピーをね下げる癖がねついてきます。だから一喜一憂することとかもなくね、また新しい情報をですね何の抵抗もなくね素直にフラットに差別的な考えなくね見ることができるんです。また武術の世界もね常に自分が軸を作りね、中心を作りね、安定して、で無理な力を加えない、無駄な力を使わないっていうね安定した体であるがゆえにですねいろんなねものにもいちいちブレることはないし、逆にね何か反応があったらすぐにねそれに対してね対応できるっていう体なんですよね。なのでどちらのアプローチからでも全然結構ですけども、ただ脳も身体の体の一部なので、脳だって体だし、また体もね実はこれ意識で動かしてるわけですよ。だから頭と体を本来は分けて考えるのはおかしくて、どっちもね意識的な側面、情報的な側面もあるし、物質的身体的な側面も両方あるんです。今回はねちょっと分かりやすくねこの情報エントロピーとかね物質的な身体としてのね、エネルギーね、エントロピーという話もしましたけど、本来は一つなので同時にね考えていただければ結構なんですけどもね、ただ外側からの気という情報がね頭の中にね情報のエネルギーとして入って、それがね実際に体の中でねさっき言った情報のエネルギーは熱エネルギーに変換できますので、本当の意味のねパワフルなね体になります。それで毎日はね元気になってね、こういうね理屈をちょっと覚えておいていただくと
気候をね修行されている方とかね、そういうのに興味ある方も、ね、よりね一層の理解がね深まると思っておりますので、ぜひ参考にしていただければいいかなと思っております。はい、というわけで今日はねこのね季節も良くなりましたので、気の蓄え方のね、方法というかね、理論とね、コツみたいなものをお伝えさせていただきました。ぜひね、これからもね、いい場所にね、ぜひ出ていただいてね、今のね、内容を実践していただければいいかなと思います。はい、というわけでね、今日は気の蓄え方のお話でした。もしよければいいね、あるいはチャンネル登録もしていただければ大変嬉しいです。はい、ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。はい、さよなら。